こんにちは、ミッキーです。今回は久しぶりの新施設特集、フォレストゲート代官山注目カフェ5選としてご紹介します。2023年10月、代官山駅を出てすぐに誕生した注目の新施設、フォレストゲート代官山。商業施設とシェアオフィス、賃貸住宅の入ったメイン棟、カフェやイベントスペースのある手の葉棟に分かれている空間で、住宅も併設しているということもありまして、どこかのどかな雰囲気が居心地抜群です。施設内はどこにいても緑を感じることができる、都会にいながら癒しも感じることができるスポットです。そんなフォレストゲート代官山の様子をざっくりご紹介しつつ、カフェもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、早速、フォレストゲート代官山の様子をご紹介していきます。フォレストゲート代官山は商業施設やシェアオフィス、住宅で構成されまして、食、住、遊び、近接の新しいライフスタイルの提案を目指したメイン棟と、地域創生やサステナブルな実体験を広げていくような場、手の葉棟に分かれています。今通過している通路のあたりが手の葉棟になっていまして、今正面に見えていますのがメイン棟です。木箱を積み上げたような外観、垂直方向に広がる森のようなデザインを手掛けたのは世界的建築家の隈研吾さん。私も大好きな建築家さんで、過去にも特集を組んでいるほどなんですけども、ここでもそんな隈研吾さんが手掛ける世界観を感じることができます。隈研吾さん自身が学生時代から遊び場として代官山に親しんでいたようで、当時の静けさや緑のあり方を再現する思いで設計に取り組んでいたとのことです。そんなメイン棟にあります地下1階から2階の商業施設には、この後ご紹介しますブルーボトルコーヒーさんをはじめ、緑、環境サステナブルと食を軸にした店舗が軒を連ねています。このメイン棟の4階から10階は賃貸住宅になっていまして、全57戸とのこと。そんな住宅に関しまして見ることはできないんですけれども、間取りや設備は高機能さだけではなくて、住人のこだわりや価値観を支え、広げるものに実験的な思考も凝らしながら新しい暮らし方全体を提案してくれているようです。そんなフォレストゲート代官山は東急不動産が手掛けるプロジェクト。こちらのフォレストゲート代官山が立つ敷地も1955年に開業した日本初の外国人向け高級賃貸アパート代官山東急アパートの跡地とのこと。そんな歴史がある空間に新しい施設が誕生し、60年が経った今でもたくさんの人を引きつける、そんな空間を提供してくれています。さて、まずはじめにご紹介しますカフェはカフェ&ワインバーメリージェーン。こちらは2023年10月にフォレストゲート代官山のオープンに伴って誕生しています。茅場町にあります創作料理自然派ワインに定評がありますビストロネキでシェフを務めます西さんが監修したカフェ&ワインバーです。店内に入るとひときわ目立ちます大きな窓からフォレストゲート中庭の木々を望むことができまして、都心の中にいながらまるで森の中にいるような雰囲気です。ご覧のように広々とした開放的な空間には大きなソファー席がございまして、お子様連れの方でも安心して訪れることができます。そして店内に関しましてもワンちゃんと入店ができますので、お散歩ついでにお食事することができるという点も代官山らしさがあるかなと思っています。ただ入店の際には抱っこしていただくかキャリーケースに入れていただく必要がありますので、その点だけご注意ください。また座席の下にはコンセントがついていたり充電も充実していますので、作業向けにもおすすめかもしれません。ただ平日は空いているものの土日は結構混みますので、あまり長居することは難しいかもしれません。そんなメリージェーンの特徴は、どの時間に訪れても美味しい食事を楽しむことができますオールデイダイニング。8時半から21時まで投資営業でブランチビュッフェやアラカルトなど時間帯を問わず魅力的な料理を楽しむことができます。
今回はモーニングの時間帯8時半から10時半に訪れていますので、その様子は後でご紹介します。ランチタイムは11時から17時まで。パニーニやチャパタサンド、パスタや肉料理などのアラカルトメニューに加えまして、ブランチビュッフェを11時から14時半まで実施していますので、そのビュッフェの時間帯ではハーブやお野菜を中心としたヘルシーな中近東、いわゆるアフリカ北東部のエジプトから西アジアのアラブ諸国にわたったエリアのような料理を楽しむことができます。具体的にはクミンやコリアンダーなどをブレンドしたデュッカなどスパイス使いがとても特徴的だとのことです。また17時からはディナータイムの営業に切り替わります。ワンドリンクプラス90分おつまみアペロをビュッフェスタイルでいただけますので、ぜひそちらも楽しんでほしいです。さて、こちらはこの日モーニングでいただきましたオムレツプレートセット、そしてカフェラテです。オムレツプレートが綺麗に成形されましたオムレツに自家製ジャンボンブラン、サラダ、パルミジャーノ厚切りトーストが添えられましたとてもカラフルなプレートです。サラダにかかったドレッシングやオムレツに添えられましたパルミジャーノチーズ、そして焼き色からも想像つくかと思いますけれども、単なるトーストというよりかはこんがりとしつつも柔らかい食感のパンがとても個性的でございました。モーニングメニューは他にもイングリッシュマフィンとサラダがセットになりましたシャクシュカセットだったり、アボカドタヒニオープンサンド、ほうれん草とモッツァレラチーズのパニーニ、トーストセット、グリークヨーグルトなど様々な種類がありますので、ぜひそれらのメニューも注文してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、フォレストゲート代官山のオープンから2ヶ月後にオープンしましたブルーボトルコーヒー代官山カフェ。入り口がちょうど通りに面しておりまして、フォレストゲート代官山の玄関口としての機能もありそうです。ガラス張りの外観と植物の中に溶け込みますブルーボトルコーヒーのロゴがすでに味を放っています。内装はノットアホテル那須や虎ノ門横丁などを手掛けています人気建築設計事務所サポーズデザインオフィスによるデザインとのことで、空間自体も抜群。最大の特徴はカウンターゾーンが座席よりも一段高い場所に位置している点。起伏の多い代官山のコンテクストを意識して他のイメージで設計したとのことで、とても印象的なデザインです。左官仕上げで温かみのあるデザインのカウンターをよく見てみますと、茶色のつぶつぶとした素材が練り込まれています。実はこちらはブルーボトルコーヒーで排出されましたコーヒーの抽出柄だとのこと。代官山のテーマの一つは循環するカフェとのことで、本来廃棄されてしまうものをうまく生かす姿勢から循環へのこだわりをそういった随所に見ることができます。そしてサステナビリティへの取り組みはフードにも。社会課題解決型農業を実践しますリーフファクトリー東京が手掛けます外側の葉っぱまで食べられますレタスを使ったサラダなどフードロスに配慮した素材も使用しています。また店舗で使用されていますコーヒー豆は環境に配慮した形で栽培、調達し適正な賃金を支払うフェアトレードによって持続可能な関係性を築いているとのこと。お客様がブルーボトルコーヒーでこの空間心地いいなと思ったり、飲んだコーヒーを美味しいなと思ったりする体験が自然とサステナブルにつながっているという仕組みを考えていきたい。そんな思いを込めているブルーボトルコーヒーの経営が反映されています。もともとブルーボトルコーヒー自体が日本の喫茶店から大きく影響を受けているとのことでございまして、高品質のコーヒー豆とドリップの方法は日本においてストレートコーヒーやネルドリップを主流としていた喫茶店の提供スタイルを彷彿させる点からも納得です。そんな背景から日本を愛していた創業者のジェームス・フリーマンさんの魂がフォレストゲート代官山の思想と相まってさらに素敵な空間を作り上げているように感じられます。コーヒーは有機栽培の約10種類のコーヒー豆を世界中から輸入しまして、焙煎後48時間以内の豆のみを使用。そして注文を受けてからバリスタさんが豆をひいて一杯ずつ丁寧にハンドドリップで入れてくれますので、ぜひそのコーヒーの深い味わいを感じてほしいです。さて、こちらがこの日にいただきましたブランチプレートのサーモンとアイスノラ。まずアイスノラについてなんですけども、ノラと言いますのはニューオーリンズ・ルイジアナの略のノラ。創業者がミルクドリンクの人気商品の一つでありますアイスラテに代わります美味しいミルクコーヒーを作りたいという思いから生まれたブルーボトルコーヒーのオリジナルドリンクです。そしてもう一つはこちらのブランチプレートサーモン代官山カフェ限定のメニューです。
宮城県産の銀鮭を低温調理で半生の状態に仕上げまして、しっとりと柔らかい食感を楽しむことができます。同じくフォレストゲート代官山にありますエトヌンクのパンに添えながら味わっていただければと思います。続いてご紹介しますのはサーティカフェ。こちらは先ほどご紹介していましたメイン棟の隣にありますテノハ島のお店です。こちらのテノハ島に関しましては、今回ご紹介しますサーティカフェとイベントスペースで構成されています。サーティと言いますのはプロジェクト名でもありまして、施設のオープンと同時にサーキュラーエコノミー活動を行う方たちと連携して始まった企画です。サーティは代官山からサーキュラーやサステナブルについてみんなで考えて日常生活に落とし込んでいくきっかけを作るための情報発信と場作りを目的に活動しているとのことです。ちなみにサーキュラーエコノミーと言いますのは循環を意味するサーキュラーから来ています。資源投入量、消費量を抑えつつストックを有効活用しながら付加価値を生み出す経済活動のことで、資源、製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止などを目指しています。今回ご紹介しますサーティカフェ以外にも、こちらのテノハ島で開催されますマルシェやイベントワークショップなどを通してサーキュラーエコノミーを身近に考えるきっかけになって、そこから新たなコミュニティの創出につながることを目指しているとのことです。そんな活動の一部でもありますこちらのサーティカフェ。建物自体もサステナブルで資材を無駄にせず移築できるような作りになっているとのこと。テナントだけではなくて建物というハードウェアにもこだわりや思いが詰まっています。もちろんフードロス削減への取り組みを積極的に行っていたり、肉、魚、乳製品や添加物を使わない体にも環境にも優しいフードメニューの提供をしていたり、訪れることで体も環境もハッピーになれるのが嬉しいポイントです。店内はご覧のように白いウッド調の家具を基調としていまして、緑豊かな観葉植物がたっぷりあしらわれています。メニューに使われていますお野菜を育てている水耕栽培のコーナーもありまして、たっぷりの緑に囲まれながらまるで森林浴に来たかのような癒しの空間が広がっています。今回1階席の様子だけ映してるんですけども、2階席の他にペット同伴可能なテラス席もありますので、大好きなペットとのカフェタイムにも良さそうです。そんなサーティカフェさんの特徴は何といってもビーガン、プラントベースフード。大豆ミートを使用したミートボールがゴロゴロ乗っていますソイミートボールや、照り焼き風に仕上げたソイメンチを使った照り焼きロール、季節のフルーツを使ったスムージーボールなど体に美味しいヘルシーなメニューがたくさん揃っています。中でも乳製品不使用、プラントベースのジェラートが食べられるお店は珍しいです。こちらのお店を訪れてジェラートをいただいた方も新食感だと感じるような口コミも寄せています。豆乳やオーツミルクなどをベースにしておりまして、豆腐のようなもったりとした食感が特徴のジェラートは乳製品を控えている方にとってもおすすめになっています。今回はそんなジェラートの中からシングルで湘南ゴールドをいただきました。神奈川県小田原市で開発されました幻の柑橘と呼ばれています湘南ゴールドを使った期間限定のジェラートになっていました。そんなジェラートに加えて定番メニューのレモンとミントのソーダも注文しました。店内は至るところが映えスポットになっていますので、席選びも一苦労するかと思いますけれども、ぜひお気に入りの場所を探して写真等に収めてみてほしいです。続いてご紹介しますのはエトヌンク代官山。こちらは2024年4月にオープンしたばかりで、フォレストゲート代官山のオープンから半年が経ったタイミングでオープンしています。こちらエトヌンク代官山はパレスホテルが手掛けますブーランジェリー。パンの開発を手掛けましたのはパレスホテル東京のベーカリーシェフ星俊之さん。毎日食べたくなるパンにこだわって常時約40種類のパンを提供してくれています。日本を元気にしたい、小麦農家さんを元気にしたいと、テーマはオール国産小麦。全国の国産小麦を使いまくり、それぞれの個性にふさわしいパンと製法を日々見出しています。店名のエトヌンクとは、そして今を意味するラテン語。
お客様がパンを食べるその今が美味しくあるようにという願いが込められて日々作られています。奇をてらわないことを心がけて、街のブーランジェリーとして長く愛されることを目標にしています。店内の作り自体も入ってすぐには客席もありながら、入り口の正面には対面式のカウンターでパンが販売されています。そんな空間では訪れた人が焼きたてを感じることができるような空間にもなっているそうです。イートインのスペースはインテリアデザイナーがセレクトした仮木家具のソファーと有明の椅子、どちらも体に馴染むような居心地の良い時間を紡いでくれています。もちろんテイクアウトでもおすすめな店舗ですけれども、イートイン限定のメニューもありますので、ぜひこだわりの空間でゆっくりとパンを楽しんでいただければと思います。また、パンが並びますカウンターのそばにはおしゃれな物販コーナーもありまして、オリジナルブレンドの小麦粉、エトヌンクブレンドのほか、シェフ厳選のコンフィチュールやビネガー、オリーブなどを置いています。ちなみに人気メニューの一つは茶バタ、あんバタ。有名な小麦粉、北の香りと自家製のルヴァン酒を使って加水気味に仕上げることで、小麦本来のもっちりとした食感の茶バタにコクのある北海道産バターと北海道産えりも小豆を使った程よい甘さのあんこを合わせている一品です。そしてこの日いただきましたのはイートイン限定のプレートメニュー、リュスティックサンドウィッチ BLT。厚切りトマトにジューシーなベーコン、たっぷりのフレッシュレタスをもっちりとした食感のリュスティックでサンドしています。リュスティックと言いますのはフランス語で田舎風という意味。見た目からも特徴的なこちらのパンはフランスパンの一種で、水分量が多く成形しにくいので、生地を分割した後は成形せずにそのまま発酵させて焼き上げるのが特徴とのことです。ぜひさっぱりとしたその味わいも感じてみてほしいです。ドリンクにはアイスカフェラテを注文しました。種類が多い一方で頻繁に焼き上がっていく様々なパンが魅力でございますので、ぜひ気になるものから注文してみてほしいです。そして最後にご紹介しますのは、代官山の一軒家フレンチレストランシェ・リュイの新店舗ラ・バーズ・ドゥ・シェ・リュイ。こちらも2024年3月にオープンしておりまして、比較的新しい店舗です。1975年から代官山で愛され続けますパティスリーシェ・リュイの新業態のショップとのことで、気になっていた方も多いかもしれません。シェ・リュイというのはフランス語で彼のところという意味。友達の家に立ち寄るように親しんでいただけるようなお店でありたいという思いからスタートしたこちらの店舗。親しんでいただけるようなお店でありたいという思いからスタートしているとのことです。毎日のテーブルの上ではもちろんのこと、特別な贈り物にも心満ちるような美味しさと笑顔をお届けしたいという思いが込められています。つい先ほど映してたんですけれども、木目の床とネイビーブルーの壁が映えるモダンな店内はパリをイメージさせるようなおしゃれな空間になっていますので、イートインでもとてもおすすめな空間です。ブラウニーやフィナンシェなど手土産にぴったりの焼き菓子も充実しています。特にお店のロゴマークにちなんだカカオの実の形で焼き上げたマドレーヌカカオポットはダージリンとバラなどユニークなフレーバーもあったので、ちょっと工夫したようなおしゃれな手土産を探されている方はぜひ訪れてほしいようなそんなお店です。またショーケースには美味しそうなケーキやチョコレート、ジェラートが並んでいます。こちらのお店のシェフショコラティエの酒井さんは、京都福知山にあります洋菓子マウンテンの水野さんの下で8年、うち3年間副料理長を務めまして、様々なコンクールで受賞歴があります実力派。彼のこだわりはカカオの全てを生かすこと。そんなカカオを生かすような好みで様々な焼き菓子、ケーキ、そしてジェラートをプロデュースしています。そんな注目の店舗でこの日はモンブランをいただきつつ、加えてブレンドコーヒーを注文しました。モンブランはカカオの実の中の希少な果肉でありますカカオパルプを生かしつつ、通常は破棄されてしまうようなカカオ豆の皮、カカオハスクも使用しながら、カカオの新しい魅力を届けるような一品。カカオの皮や果肉も余すことなく使うというお店のコンセプトをこの美しい見た目で表現してくれています。濃厚な和栗のクリームと軽やかなメレンゲの中から現れますみずみずしいカカオパルプのジュレもアクセントになっています。以上、今回はフォレストゲート代官山新施設注目カフェを5選ご紹介させていただきました。フォレストゲート代官山自体がとても素敵な空間になっていまして、冒頭でご紹介しましたメアリージェーンさんやブルーボトルコーヒーは特にモーニングの時間帯がおすすめでございますので、少し余裕のある朝ですとか、場合によっては平日の午前中に午前休を取って訪れるのも個人的にはおすすめです。
都会にありながら緑あふれて落ち着けるような空間になっていますので、せっかくだから人が少ないタイミングで訪れたいですよね。昨年10月のオープンから半年が経った今、だいぶお店も揃ってきましたけれども、まだまだ進化する余地がありそうなので、ぜひ皆さんもインスタグラム等で情報をキャッチアップしつつ訪れていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。